こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。立秋が過ぎたとはいえ、まさに今まだ灼熱の毎日が続くこの羽生築堤。そんな中でも季節は変わっていきます。皆さん盆栽や水石を楽しむときに、もちろん大好きな盆栽、大好きな水石、それだけで楽しむのも一つですが、やはり日本の文化や歴史が作り上げたしつらえるという言葉があります。飾るということですね。一つの主人公を使ってそれに合わせた道具立てをすることで、そこに自分が描いた景色や考えが大きな世界へ変わる。そんな姿は盆栽水石にはとても大切な到達点といえるものがあります。今日は水石を中心に、そして掛け軸、道具や盆栽との合わせ飾りなど、皆さんにお伝えできればと思います。お楽しみください。残暑厳しき中の目だけでも涼やかにと思う水盤飾りです。貴船石のまさに渓流を思わせる水盤石。瑠璃色の水盤を使うことで、なおさらその水の良さを感じます。もちろんこれだけでも立派な水盤飾りの量を呼ぶ世界ですが、ご覧ください。近くで見ると分かりませんが、遠くで見れば滝が山の上、谷の上の滝口からまるで幕府一条に真っ白いしぶきを上げて落ちてくる姿を画家が描かずに描いた絵です。つまり上の黒い部分だけを墨を入れて、あとはぼかしています。日本の美ならではのものですね。100年以上前、加藤英秀という画家が残してくれたものです。軸先も竹、そして周りのこの表具も浅黄色という日本的な涼やかな色。夏が終わっていく前、しぶきを上げる滝の下にある渓流の様を見事に絵と石が一体となって表しています。滝に貴船石の渓流石水盤、これに添えたのは五葉松の100年を生きる根上がりの懸垂する木です。まさに滝の脇の崖から生い立ち生きる姿がそのままにこの石と絵にさらに加えられました。滝の脇の自然界の厳しさ、それを加えることでさらに渓流石の見事な写実が浮かんできています。同じ水盤石の水を歌う飾りの中でも、先ほどの渓流とは違って、これは姫鞍馬の薄だまり石です。川連れの細やかできめ細やかな肌、そこにわずかに水がたまる世界が、まるで湖や沼、さまざまなものが広がって浮かんできます。穏やかな石の形に合わせて、名工神谷一葉の蕎麦湯の水盤、かけられる掛け軸は江戸期四条派の始祖と謳われる松村御春による天高く上がる月。月が小さいからこそ、この水面の空高くに浮かぶ風景が感じられます。水を覗けばそこに月が映っている。どこか秋が来る、そんな思いが感じられる水盤飾りです。月を映す薄だまりの姫鞍馬石に合わせたのは赤松の文人。枝伸びをせず起立するその姿の中に、
古い盆栽でだけは現れない枝の配り方、姿、月に松、そこに映し鏡の水たまりの石、三位一体の秋を恋という石です。水石の山水という中には様々な自然界の景色があります。この石はまさに憲法際立つ、つまり人が登ることも不可能なような鋭い頂が絶壁とともに現れている世界です。どちらかといえば日本的な山水というよりも東洋の美に近いものがあります。鴨川、八瀬に流れる中から取られたこの石を瑠璃関東の瑠璃ゴーチと言いたい水盤に合わせました。このようにそびえるものを飾るときは、先ほどまでの平たくと言われるものよりもこのように仰ぐようなやや高めの色が良いかと思います。夏の終わりが近づく中、この憲法の向こうに湧き立つ雲、そこの中にまさに光る稲光。日本はその雷すらも神仏に例えて雷神の掛け軸などが残っています。空の稲光、そこに人を寄せぬ山姿、これも夏飾り水盤石の妙です。そして最後にもう一隻、かけられた掛け軸は横山大観の一番弟子と謳われる大地正観が書いた霞む山々に昇る日輪、静かに描かれた日輪、そして絶妙な墨色で描かれた霞む山々、これだけでも日本の自然を歌い上げています。山がある中でどうやって、このような時にはここに飾られた鞍馬石の船形石のようなものが取り合わせには良いでしょう。山々の下に流れる川、取り囲む海、それに船が行き交う。日輪が上がるところに船、まさにめでたき出船の姿が水盤と取り合わされています。もう一つ、最後に飾りというか、なぞらえというか、一つ盆栽を加えた石をご紹介します。遠くに仰ぐ山々、川面や海を行き交う船、その脇にはスーッと木立が立つようなこのような松もあるでしょう。この木は特別な木です。2011年3月11日、東日本は未曾有の地震と津波に襲われ、多くの命が失われました。陸前高田にある名勝、千本松原。唯一生き残った松も今は天国に行きましたが、奇跡の一本松として人々の心を支えてくれました。その松から取られたわずかな種、さらにもっとわずかが鉢に植えられました。あれから14年、その未生の木はまさにあの奇跡の一本松を思わせる姿として羽生の地で生き続けています。自然を尊ぶ、自然の厳しさも思う、いろいろな思いが水石や盆栽の中に込められています。深い思いを込めてお届けしたいと思います。わびチャンネルは掛け軸、水盤飾り、盆栽、さまざまな作家の活動、幅広く皆さんにアーカイブでお伝えしています。ぜひチャンネル登録をなさって
ご覧いただければありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。